はいどうもこんにちは、チャラです。今回ですね、日暮の学校の一つ第7話、たたり明かし編その1の感想考察をやっていきたいと思います。ネタバレを含む内容になりますので、そういうのが嫌な方は動画をストップしてください。それでは行きましょう。はい、まずは一つ目。羽生は何を知っているということで、今回これですね。リカと羽生の会話のシーンになるんですけど、今までも羽生については、怪しいと言われてきたんですけど、今回の話で、羽生が確実に何かを知っているってことが、分かりましたね。リカに、ヒントを与えているということで、今までのことを思い出してくださいと、何かね、ヒントになることがあるはずですってことで、羽生はリカにアドバイスをしているんですけど、このことからですね、かけら世界で何が起きているかを把握しているのが、確定したと。で、理科に、何が起きているかを言えない理由があるというのも確定しました。これに関してですね、何が起きているかを把握しているっていうのは、これは羽生は嘘を言っていたってことになりますね。自分は、かけらのね、力しかないってことで、もう力残ってませんよって話はしてたんですけど、実際何が起きてるかは完全に把握していますし、また明かし編で誰が犯人かも告げようとしていましたからね。実際、理科に遮られて名前は言えませんでしたけど、犯人の名前を言おうとしていたのか、それとも里子の名前を挙げようとしていたのかちょっとわかんないですけど、確実に何かを把握していると。で、それを、言えない理由があるってことで、ヒントは与えているんですけど、明確に、何か、こういうことだよっていう事実は伝えれないということで、制限がかけられているんでしょうね。なので、こちら、今の羽生は、おそらくエウアに作られた存在なのか、エウアに監視されているということで、何も言えないというルールがあるんですかね、縛りというか。そういうことが確定しましたということになりますね、今回ので。これ結構重要な、内容だと思いますので、今後に必ず関わってきますのでね、ここは覚えておきましょう。はい、では二つ目。鉄平は人のために泣ける人ということで、今回も鉄平が出てきてね、皆さんすごく嬉しかったと思うんですけど、いやーもう出てくるたびにね、鉄平の評価がどんどん上がっていくっていうね、この現象、楽しいですね。里子と一緒にね、麻雀をやっているシーンでね、ハイタッチしたりとかね、里子の悩み、というかね、話を聞いてあげるために、家の前で、他のね、村人を恫喝というか、どっか行けって言ったりね。で、里子の境遇をね、知って、何もできない、俺を許してくれっつってね、泣くんですけど、人のために泣ける鉄平は、実は優しい人なんじゃないかってことでね。やっぱ根はいいやつというか、単純なんですけどね、すごく。わかりやすくて、いいキャラだなっていうのが、今回のでさらに思いましたね。ちょっと気になったのが、あれですね、麻雀のシーンでね、何の範囲で上がったのかっていうのがちょっと気になりましたね。鉄平の友人がね、こんな安い点、これぐらいの点だったらいっかって言ってたんで、特にでかい手ではなさそうですね。単4は入ってないですし、ピンフもないですし、ドラも多分載ってないんでしょうね。で、里子が、国士無双で上がりましたけど、並びからすると191919と、数字はすべて揃っていますし、これ、全部待ちとかじゃないと思いますのでね。トンナンは見えましたので、トンナン以外で、シャー、ペイ、ハク、ハツ、チュンぐらいでしか待ってないのでね。あと、自敗と数字のシャボ待ちとか、そんな感じで待ってたんですかね。関係ないですけど。はい。今回のこのシーン、鉄平のシーン良かったですね。ハートフル日暮らし、最高です。はい、三つ目は、理科は何かを察したということで、神社のシーンでね、里子との、問いでね、いろいろ、村に対しての、
思いとかね、理科の何か裏側をね、探ろうと、里子が、釜をかけるというかね、いろいろ話してて、結構このシーンが、たたり明かし編に導入されたというか、こんなやりとりがあったんだってのは結構驚いたんですけど、でもたたり明かし編の時点でもう、理科こんな、ルチア学園の件について、ここまで話してたんだっていうのがね、結構意外でしたね。もうこれで結構、改心というかね、思い直す手前ぐらいまで行ってんじゃねみたいな感じはしたんですけど、これプラス、今回の話で、とどめを刺そうってのが里子の思いだとは思うんですけど、この里子と理科のやりとりを見てですね、演技には見えないんですけど、理科が本当に素直にこういうリアクションを取っていたのかっていうのは疑問に思った方がいいと思いますね。羽生とのやりとりもありましたし、ヒントが必ずありますよと、羽生から、アドバイスを受けていますので、理科もさすがにそこまでバカじゃないと思うんでね。ポンコツではないと思う、そこまで。で、今回のやりとりの中で、結構この、引きのシーンでね、何秒間か間があるシーンがあったんですけど、隠していることはありませんのつって、問われて間があったシーンがあったんですけど、ここの間がちょっと気になりましたね。何かを察した間なのかなっていう風にも見えるし、ただ単に、自分がルチア学園に行きたいってことを、隠そうと、した間なのかもしれない。ちょっとどっちとも取れるんですけど、ここはね、ちょっと疑っていいと思いますね。で、ここでもし、理科が、里子こいつ怪しいなって、こいつじゃねっていう風に、何かこいつやってんじゃねっていう風に、ここで察したとなると、この後の話も結構変わってくるんじゃないかなと思います。そういう視点でちょっとたたり明かし編を見ていくと面白いかなと思いますね。はい。では最後4つ目。圭一はエウアに操られたということで、これは、今回、たたり魂編の、最後の編のシーンにつながるんですけど、鉄平対、圭一のシーンですね。あのシーンでシャンシャンって尺状の音が鳴って、二人でやり合ってたっていうシーンがあったんですけど、このシーンというか、たたり魂編でね、一番肝になるのが、里子が誰に H173 を投与したかっていうのが、まず一番大事で、で、複数人に投与したっていうのは今までありませんので、誰か一人にしか打っていないはずです。で、今回たたり魂編に関しては、大石、圭一、鉄平と3人が暴走、発症したような感じに見えましたので、3人のうち2人は、里子の手によって暴走したわけじゃないんじゃないかと。で、鉄平に関しては、間接的に、里子が暴走するように促したっていう可能性は、大いにあり得るんですけど、圭一に関しては、これは、里子の手によってどうこうっていうのは確実にないので、家に呼んだら里子なんですけどね。で、そこで誰が動かしたのかってなると、エウアが介入したっていうことで、エウアが介入したっていうのは、今回の話で確定的になったのかなと。里子との話でね、思い通りにみんな動いているな、つって笑っていましたよね、エウアが。はい。こういう会話があったってことは、思い通りに動かないようにしたらどうなるか見てみたいなってエウアは思ったんだと思うんですよね。で、それプラス、エウアが、圭一のことをね、ずっと、かけら越しにね、見て笑っているシーンがありましたので、操るならこいつか、みたいな感じで、ここはエウアが見てたのかなってことで、手駒にするの誰にするか、寝踏みしてたのかなっていうシーンだと思います。ということで、今回ね、鉄平が、電気をつけるシーンが、部屋の電気をつけるシーンがあったと思うんですけど、あの辺もちょっと自分注目して見てたんですけどね。変な風につかないかとかね、電気が。あえて電気をつけるシーンを入れてきたっていうのも、何か意味深なシーンだったので、最後の辺に繋がるよってことで、入れてきたのかなと思います。
まあ今回のでね、たたり明かし編ね、どういう風に進むかっていうのは結構方向性が決まったんじゃないかなと思いますので、まあ簡単にまとめると、今回の話は、里子の思い通りにいかない話ということで、まあ最後の最後に、エウアが介入して、里子の予想外の展開が起きると。で、まあ、里子としてしたら、まあ、大石が暴走するのが、予想外なのか、鉄平が暴走したのが予想外なのか、それとも圭一が暴走したのが予想外なのか、ここはちょっと考察の違いがあるというかね。まあ、十中八九、大石に H173 を撃ったのかなと自分は思ってるんですけど、まあ、それじゃなかったらちょっと面白いなと思ってね、他の案もいろいろ考えていきたいなと思います。はい、ということで、日暮卒7話、たたり明かし編その1の感想考察でした。まあ、今回に関しては、黒幕に関してのヒントはあんまりなかったのかなとは思いますけど、まあ、ちょっと、入江先生が、全然出てこなかったのが気になるっちゃ気になるんですけど、まあ、そこは今回重要じゃないよっていうことでスルーしていきたいと思います。まあ今後ね、あと、たたり明かし編が4話ぐらい予定されているのかな。ちょっと詳しく見てないですけど、まあ、そこで何が、描写されるのか、今まで通りにストレートに任されていくだけとは到底思いませんので、意外な展開が来ることを楽しみに、来週も見ていきましょう。はい、ということで、まあ、日暮卒だけじゃなくてね、他のアニメも何かやっていこうかなとは思ってるんですけど、こんな感じで感想考察やっていきますので、よろしかったらチャンネル登録、動画への高評価、よろしくお願いします。また、動画に関してのコメントだったり、まあ、考察コメントもお待ちしておりますので、そちらもどしどしよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。